今日はナスの大葉味噌丼を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、ナスの大葉味噌丼を作りたいと思います。今回はですね、ナスを味噌焼きにして、その味噌焼きの上に大葉をたっぷりのせた丼レシピをご紹介していきます。ナスの油の吸いすぎを防ぐ方法や、あとはナスを柔らかく仕上げるコツなどもご紹介していきます。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ナス、大葉、ごま油、お酒、味噌、みりん、お砂糖、すりごま、いりごま、ご飯。今回はこちらの材料で作っていきます。まずナスに関してなんですが、今ねこの状態で約 270g になります。なので目安としてはだいたい250から 300g ぐらいのナスを用意してください。そして大葉ですね、こちらは5枚使っていきます。そしてお酒に関しましては、こちらは料理酒ではなくて塩分の入っていない清酒を使うようにしてください。お味噌に関しましては、今回私はだし入りの合わせ味噌を使っていきます。こちらのお味噌はですね、お好みのものを使用していただいていいんですけれども、おすすめはだし入りの合わせ味噌です。白味噌などね、ちょっと甘めのものを使う場合はお砂糖の量を調整して作ってみてください。そしてごまに関しましては、今回すりごまとあとはいりごま、こちらの2種類を使っていきます。もしねどちらか片方しかない場合は片方だけでも OK です。あとごま油に関しましては、こちらはお好みの油を使って作ってみてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきたいと思います。まずですね、ナスを切っていきます。ナスは今回乱切りにしていきます。まずはじめにヘタを切り落としてください。そして包丁を斜めに入れて乱切りにしていきます。食べやすい一口サイズにしてみてください。切ったこの切り口を上にして、そしてまた斜めに切っていきます。こうするとね、簡単に綺麗に乱切りすることができます。はい、このように乱切りにしてください。切ったものに関しましては、ボウルにお水を張って、ここに塩をね小さじ1/2ほど入れてください。そしてこれを軽く混ぜます。このようにね塩水を作って塩水の中につけておいてください。そうすることでナスのアク抜きができて、かつ変色も防ぐことができます。この切った断面が下になるようにね水につけておいてください。あとこのように塩水につけていただくと油の吸いすぎも防ぐことができます。あとねどうしても裏返っちゃったり断面が上に来てしまったりするので、このように上にキッチンペーパーを乗せておくといいかなと思います。それでは残りも同じように切っていきます。はい、で切ったこちらのナスもこのようにね水に浸しておいてください。そしてこのままですね、だいたい5分ほどつけておきます。あんまり浸しすぎるとナスの風味も流れ出てしまいますので、浸しすぎには注意してください。続いて大葉です。大葉を一度さっと水洗いしてください。はい、で水洗いしたらね1枚ずつ水分をしっかり拭き取りましょう。はい、上から押さえつけて水分を拭き取ります。はい、でこのようにね水分を拭き取ってください。大葉はですね切った後置いておくと変色してしまったりするので、こちらはね使う直前に切っていきたいと思います。このように洗ってね水分を拭き取っておいてください。では続いて味噌だれを合わせていきます。まずですね最初に味噌を入れてください。調理しながらね1個ずつね味付けをしていくと味噌がね塊になっちゃったりするので、味付けの調味料はね一番最初に合わせておいてください。そしたらここにお酒を入れます。そしてまずね味噌をしっかり溶いてください。ダマにならないようにしっかり混ぜましょう。続いてここにみりんです。そしてあとはお砂糖、そしてすりごまも入れましょう。これでよく混ぜます。いりごまはね最後に振っていきたいと思います。こ
これでお砂糖のねシャリッという感じがなくなれば OK です。味噌だれはねこのように準備しておいてください。はい、それではねナスも5分経ったので一度ねさっと水洗いをして水を切ります。はい、このように水を切ってください。そしたらですねペーパーでしっかり水分を拭き取ります。水分が残ってるとねべちゃっとしやすくなったり、あとは油跳ねの原因になるのできちんとね水分を拭き取ってください。はい、OK です。それではですね、焼く前にナスに油をコーティングしていきます。油をね、最初にナス全体にコーティングしておくことで変色を防ぐことができるのと、あとは油の吸いすぎもね、防ぐことができます。そしたらですね、ごま油を回しかけます。これでね、しっかり全体に油をコーティングしましょう。皮の部分にもね、しっかりコーティングしてください。ナスの準備はこれで OK です。それではね、焼いていきます。まずね、ナスをフライパンに並べます。全部入れたらですね、この皮目の部分を下にして焼いていきます。そうすることでね、変色も防ぐことができて、さらに皮付近の部分もね、柔らかい仕上がりになります。はい、このように並べてください。そしたら火にかけます。火加減弱めの中火ぐらいです。火にかけたら一度蓋をしてください。そして最初はね、蒸し焼きしていきます。だいたい3分ほど蒸し焼きしてください。火加減はこのぐらいの弱めの中火です。はい、3分経ちました。蓋を開けます。そしたらナスをひっくり返していきます。焼いてない面を下にして焼いてください。ひっくり返したらね、火加減中火にします。こうやってね、蒸し焼きしていただくことでナスの火の通りが早くなります。なので必ず蒸し焼きしてください。はい、OK です。そしたらですね、このまま中火で1分ほど焼きます。1分ほどしたらまたね、くるっと裏返します。焼いてない面を下にしてください。はい、そしてね、また1分ほど焼いてください。はい、で1分ほど経ったらですね、作っておいた味噌だれを回しかけます。そしたら火加減強めの中火です。これで煮絡めていきます。だいたいね、1分から2分ぐらいですね、煮絡めてください。そうするとね、お酒とみりんのアルコールもしっかり飛んでくれます。結構ね、パチパチ跳ねてくるので、やけどにはね、注意してください。こんな感じでね、煮絡まって水分がなくなれば OK です。だいたい1分ちょっとぐらいでね、なくなってくると思います。そしたら火を止めて、最後白ごまをかけます。そしてよく混ぜましょう。はい、これで完成です。それでは最後仕上げていきます。まず大葉の茎を切り落としてください。そして手前からくるくる巻きます。こちらを半分に切って、そして切り口を合わせます。あとはこちらをですね、細切りにしていきます。はい、そしてパラつかせましょう。はい、OK です。そしたらご飯の上にナスの味噌焼きをのせて、そして大葉をのせて仕上げていきたいと思います。ではご飯を用意します。これでまずナスを置きます。はい、このようにのせて、最後にね、大葉をたっぷり上にのせてください。これで丼の完成です。お好みでね、この上に卵黄をのせていただいても美味しく召し上がっていただけると思います。これで完成です。はい、これでナスの大葉味噌丼の完成です。こんな感じに仕上がりました。ナスはね、このようにとても柔らかい仕上がりになってます。さらに油をコーティングしてナスの皮を先に焼いたことで、このようにね、変色も防ぐことができて綺麗な色味に仕上がってます。大葉の量はね、お好みでのせて召し上がってみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。美味しい。味噌に大葉の香りが加わってすっごく美味しいです。この味噌ナスがね、ご飯に最高に合いますね。そしてね、ナスがね、すっごく柔らかいです。はい、という
いうことで今日も美味しく仕上がりました。今回のナスの大葉味噌丼のポイントです。まずナスに関してなんですが、今回乱切りにしてます。こちらは食べやすい大きさの乱切りにしてください。そして切り終わった後なんですが、塩水に浸しておいてください。そうすることでアク抜きができて、さらに変色も防げて、さらにですね、油の吸いすぎも防ぐことができます。そして塩水に浸した後はさっと水洗いをしていただいて、しっかり水分を切って、その後ペーパーなどでね、きちんと水分を拭き取るようにしてください。そしてその後焼く前にですね、ナス全体に油をコーティングしてください。焼く前に油をコーティングしていただくことで、皮目の部分のね、変色が防げるのと、あとはね、油の吸いすぎも防ぐことができて、火の通りも良くなります。このようにしていただくことで、ナスもとても柔らかくなって美味しい仕上がりになります。そして焼く時のポイントです。焼く時はですね、ナスの皮目を下にして焼くようにしてください。さらに蒸し焼きしていただくと火の通りも良くなって、ナスの食感も柔らかく仕上がります。そして最後に味噌だれで味付けをするんですが、こちらの味噌だれはあらかじめ混ぜておくようにしてください。その後ですね、味噌だれを煮絡めるんですが、ちょっとね、パチパチ弾いてきたりもするので、やけどだけには注意していただけたらと思います。あともう1点ですね、あんまり煮絡めすぎるとちょっとしょっぱくなってしまいますので、味噌だれの水っぽさがなくなったら火を止めてください。あとはですね、刻んでおいた大葉をたっぷりかけて召し上がってください。そして今回はですね、大葉をかけただけなんですけれども、卵の卵黄を乗せて食べるのもすごく美味しいので、ぜひやってみてください。今回の分量だと約2人分になります。こちらは目安にしてみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はナスの大葉味噌丼を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。